皆さん、こんばんは。人間パワースポット、アキラのスピリチュアルトークの時間になりました。よろしくお願いいたします。はい、このチャンネルではですね、スピリチュアルのことをもう少し身近に、そして理解していって、超ミラクルを人生に引き込んでいこうということについていろいろお話ししています。そういうこと、興味あればですね、最後まで見ていただき、チャンネル登録もお願いいたします。ということで、始まりました。今日ちょっと1時間遅めに始めましたがね。はい。やっぱり1時間遅くすると、仕事帰ってきて、ちょっと時間あってからゆっくり参加できるっていう人もいてですね。そういう感じで、ちょっといろいろ様子を見ながらやっていきたいなと思うわけですが、今日の話はですね、亡くなった人と話せるのかっていうことです。やっぱりこの自分のですね、知り合い、またはご先祖様ちょっと昔ですね、お父さんお母さんとか、そういう方がですね、やっぱり亡くなっていくっていうことは、僕たちの人生の中にはどうしてもできてきます。そういう人たちとお話しする、またはそういう人の存在を理解するっていうことはですね、すごく嬉しいことですね。よくみんなが言うのが、お化けって怖いじゃないですか。ね、いきなり道歩いてて向こうから人が来て足がなかったらやっぱ怖いですよね。でも、自分の知ってる、例えば友人であったりとか、おじいちゃん、おばあちゃん、お母さん、お父さんがですね、現れても怖くはないですよね。っていうか、モアダンウェルカム、もう嬉しいわ、もっと来てって感じでございます。はい。そういう人たちとですね、やっぱりコミュニケーションを取る、またはその人たちの存在を、気づくということはすごく大切だし、そういうことで、亡くなった人がですね、こう悲しいと思う気持ちから前に進めるっていう感じに進むこともできるわけ、思えることもできるわけですね。そういうことも兼ねてですね、はい、今日はお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。その前に今日も皆さんごきげんようということで、まずはリエさん、あきらさん、こんばんは。今日は最初から参加できて幸せ。いや、よろしくお願いします。もう、りえさんは始まる前から、コメントを書いてくださってまして、今日は最初からよろしくお願いします。そして皆さんね、亡くなった人と話せるのか、亡くなった人と話す人って結構いるんです。いや、霊感のある人ない人関係なくてですね、やっぱり夢の中で会うとかで、今おばあちゃんが喋ったとかということってあるわけですね。そういうことがあれば、後で皆さん書いていただきたいなと思います。梅酒の越代さん、あきらさん、皆さん、こんばんは。素晴らしい神か。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日もよろしくお願いします。梅酒さんも始まる前からコメントくださってました。ありがとうございます。杉山さん、こんばんは。今日もよろしくお願いいたします。はい、そしてけいこさん、来た早かったということで、村長皆さん、こんばんは。よろしくお願い申し上げます。いや、こちらこそよろしくお願いします。ね、今日はちょっと1時間ずれてるので、皆さん来てくれるのかなと心配しましたが、ケイコさんは Facebook の方で行きますって言って書いてくれてありがとうございます。福前さん、あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。今日も楽しくやっていきましょう。はい、そしてデコさん、あきらさん、皆さんこんばんは。電車で帰宅します。気をつけてお帰りください。声で聞いてる感じかな。はい、家に着いたらゆっくり見てくださいね。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんはでーす。これ、あきらちゃんが言うとなんかめっちゃ可愛い。ありがとうございます。はるかずさんが言っても可愛いと思いますよ。はい、今日もよろしくお願いします。そして、はるひとさん。あきらさん、こんばんは。今日もよろしく。こちらこそよろしくお願いします。これ、はるひとさんって本当にこの画像の人なの？なんかよく、女性でこういう好きな人の男性の絵を使ってる、写真を使ってる人とかもいますけどね。はるひとさん、今日もよろしくお願いします。そして、ポロポロさん。あきらさん、皆さんこんばんは。寝落ちすると宣言。かしこまりました。全然大丈夫でございます。もう皆さん眠くなったら寝てください。僕ね、ヒーリングのエネルギーが強いみたいで、今日も50分からヒーリングエネルギーを皆さんに流すわけですが、もう流すよって思ってるだけですごい流れ始めるし、こうやって流しますからねって言うと、さらにヒーリングのエネルギーが流れるみたいですね。みんな50分まで起きてられないみたい。不思議なことが起こるんです。おかしいよね。僕の講演会とかやってもですね、いつも絶対寝ないんです、私っていう人が寝ちゃうという、すごい威力の睡魔が来るということで、はい、でもね、眠るっていうことは癒しになりますから、
はい。いろんな意味でいいことなので、最初は寝ていただきたいなと思います。はい。中田とゆかりさん、なぎらさんこんばんは。楽しみにしてました。ゆかりとか、ゆかりさん、今日もよろしくお願いします。お、出たかなぐさん、村長、今日は起きてるよ。珍しい。本日もよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。終わったらとっとと寝てください。ありがとうございます。そして、けいこさん、今日は間に合わないとがっかりしてたら1時間遅くてみなくあ、やっぱりなんか1時間遅いといいかもしれないです。僕もなんかちょっと用事があったりしてですね、帰ってくるのに9時って結構大変なんですけど、今日はと思って10時にやってみました。はい、よかったです。それで皆さんが間に合ってね、ヒーリングもちゃんと受けていただく。でもいいよね。確かに10時から受けて50分でヒーリング受けて11時でもう顔も洗って全部ね、やってるかもしれないけど、それで寝ますって言って気持ちいいですよね。そんな感じ。はい。やっていただいていいかなと思います。ここひかさん。あきらさん、皆さん、今日もよろしくお願いします。こんばんはで、こんばんは。よろしくお願いします。みやちゃん。あきらさん、皆さん、こんばんは。よろしく。今日も楽しく参りましょう。よろしくお願いします。はい。そして、じゃん。あ、池井戸さん。あきらさん、皆さんこんばんは。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい。杉山さん、本当1時間遅くてミラクル。確かに。みんなにとってよかったから、そうね。早く寝る人もいるじゃん。金奥さんみたいに。でも、ちょっとね、遅いとやっぱり、余裕ができるよね。お風呂入ってから見るとかね。確かにそれはそうだよね。私、9時にしてるけど、10時にしようかしら。ね。でもなんか10時って結構他の人がやってたりして、なんですけどね。はい。細須さん、皆さんこんばんはで、こんばんは。今日もよろしくお願いします。そして、みきみきさん、あきらさん、こんばんは。腕の付け根、肩甲骨だ。痛い。どうしたなんで昨日 US でゾンビダンス TikTok で楽しすぎて踊りすぎた。もう笑えるみきみきさん。USJ 行かねばと思う。行ってないのね。TikTok だけで楽しいんだ。今日この頃笑う。はい。よかったわね。それは、嬉しい痛みでございますよね。まあ私たち、じゃないなんだったっけ、筋肉痛ってさ、2日後に来たりするんだけど、みきみきさんの昨日の筋肉痛が今日来てるってことは、あなたまだ若いわよ。羨ましい限りでございます。はい。そして、まさみさん、あきらさん、皆さんこんばんは。西城秀樹とお話ししたいです。これも面白いです。亡くなった人と西城秀樹が大好きでした。なんかもうそういう風の聞いてたら、こうやってしたくなるね。YMCM で。ね、西城秀樹も昔はって言ったら悪いけど、かっこよかったわね。本当によく YMCA 踊ってました。今でもたまにカラオケ行って踊ったりします。野良美さん、こんばんは、こんばんは。よろしくお願いします。春人本人です、笑う。なるほど。よろしくお願いします。はい。そして、レモンヌさん、アキラさん、皆さんこんばんはこんばんは。今日もよろしくお願いいたします。なんかみんなに会えて嬉しいわ。1週間に2回ぐらい会ってるんだけどね。ここでね。はい、でも嬉しい限りでございます。ゆかおかさん、あきらさん、皆さん、こんばんミラクルいただきました。ありがとうございます。最近のミラクルがね、すごく浸透してきてまして、YouTube じゃない、Facebook とかでもミラクルが、すごく普段真面目そうな人がですね、なんとかミラクルとか送ってきてくれるのがね、面白くてね、よし、グッジャーブみたいな感じでやってますが、はい、よろしくお願いします。はい。杉山さん、ゾンビダンス、何でもありそうですね。ゾンビダンスいいね。私もやってみるからです。ちなみにゾンビダンスってどうなんだちょっと後でチェックしてみよう。はい。ミキミキさん、若い。ありがとうございます。本当に。羨ましい限りでございます。私なんか本当に2日後とか3日後とかね、忘れた頃にやってくるから、これ何の痛みなんだどっか悪いのかなと思ったら、運動だ。それも運動どころじゃないの。もう階段すごくたくさん上がったとか、そんな感じで来るからね。怖いわね。本当に年には勝てないわ。リリアさん、キラさん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。はい。そして、じゃん。リリアさんって、なんか初めてのような気がするけど、気のせいかしら。38クランベルさん、アキラさん、皆さんこんばんは。お風呂から出てグッドカイング。おかえりっていうのも変だけど。よかったわ。ゆっくりしてちょうだい。お酒とか飲みながらちょっと私のね、亡くなった人と話せるかどうか聞いていただければ、そして50分から皆さんヒーリング、開エネルギーを送りますので、はい、ちょっと今ね、暑いから元気ないわとか、ちょっといいこと起こんないかしら。そして今、お彼岸中ですからね。お彼岸、昨日から始まっております。このお彼岸っ
っていうのは結構、あれなんですよね、スピリチュアルな時間なんですよね。この、一日一日、意味があってですね、やる。そして中間日にはですね、ゆっくり落ち着いて、内観をする、自分自身を見るっていう、すごく結構大切な時なんですね。はい。ですから皆さん、このお彼岸、まあね、ご先祖様のお墓に行くとか、もちろんそういうことも大切なんですが、はい。まあ、自分自身を見つめるっていうことをすごくやっていただきたい、そんな、時期でございますので、皆さん、私と一緒にやっていきましょう。はい。今日はね、だって亡くなった人と話す。まあ、それも結構自分のことを見たりですね、自分の関わる、先祖の人のこととか見る、考えていくということで、僕はすごく大切なことだと思います。特にこのお彼岸の時にね、そういうことができるといいということですね。はい。では、始めていきたいと思います。まあ、亡くなった人と話せるのか。はい。これ答えを先に言っちゃいます。話せます。まあ、僕はね、普段は、守護霊リーディングと言いましてですね、こういう、守護霊さんというのは僕らについてるんですよ。で、その人っていうのは生まれてから死ぬまでずっとついてくれてたりしてですね、あ、そっち行ったらあかんでとか、こうやでとか言ってくれたり、助けてくれたりしてくれてる人がいるんですが、まあ、僕はその人のメッセージをまず伝えて、まあ、そこから、後から、亡くなった人、ご先祖様とかですね、まあ、そういう人たちのお話を、したりとかっていうのをやってるんですけども、まあ、まさに本当にこの亡くなった人の声とか、いらっしゃるわけですね。で、この亡くなった人と話せるか、まあ、答えはイエスなんですけど、その、じゃあ、亡くなった人と話したいですって皆さん思いますよね。じゃあ、どうしたらいいんですかっていうことなんですが、これがね、何よりも大切なことがあるんです。わかりますそれ。亡くなった人と話したいと思ったらですね、まず、絶対やらないと次に進まないっていうことがあるんですね。それが何かっていうとですね、これは輪廻転生って言いますよね。魂っていうのは生まれ変わるんです。で、こうやって、亡くなっていくでしょ。そしたらまたこう生まれ変わってきて、で、またこう、僕たちは何回も何回も生まれ、変わってですね、そして自分の目的とか、魂がですね、経験できなかったことを新しい経験をやっていったり、または前世、前の人生でですね、超えられなかったこととかを超えてくるわけなんですね。で、この輪廻転生があるからこそ、魂っていうのはずっと存続してるということが信じられるわけなんですね。例えばこれがね、まあみんなではないんですけど、クリスチャンの人、キリスト教とかそういうところではですね、人が亡くなってしまうと、魂っていうのは存続しないっていう考えなんですね。だからもうそれで終わっちゃうっていう考えなんですよ。で、これがいいとか悪いとかではなくって、まあ僕らから見ると、その輪廻転生とか、僕も輪廻転生してるっていうのをなんとなくわかるので、輪廻転生はあるって思うんですが、まあだからってそれをじゃあ、ね、なんか、証明できるんですかって言ったらなかなかできないんですけど、まあそういうふうにですね、クリスチャンみたいな、クリスチャンとかで、クリスチャンだけではないかもしれないですけど、輪廻転生を信じないという人にはですね、なんと、この亡くなった人と話すのは難しいわけなんです。だって信じてないんだもん。だってもう、あ、おばあちゃん、おじいちゃん、お父さん、お母さん、亡くなったらもう、魂は終わっちゃったんだ。さよならなんだっていう考え方ですよね。そうすると、ここにいるよねとか、いくらお母さんが話しかけてきても亡くなったお母さんが、それから亡くなったお母さんの声が聞こえても、亡くなったお母さんの匂いがしても信じられなく、または見えなくなっちゃうわけなんですね。ということが起こるってことなんです。だから、まずはこの輪廻転生、亡くなっても魂は存続するっていうことを信じていないと、この亡くなった人と話したりですね、亡くなった人の存在を感じたりすることもできます。でも、それができなくなってしまうということなんですね。だから僕すごいと思います。クリスチャンの人たちで、まあ、こういう
風にですね、僕みたいに、霊能者みたいになって、亡くなった人の声を伝えてる人がいるんですが、ああいう人っていうのは、昔から霊感があったから、その亡くなった人のそのエネルギー体として、そこに存在するっていうのを感じてるから、大丈夫なのかもしれないんですけど、なかなかやっぱりクリスチャンのきっちり、もう人は死んじゃうと魂、もうそれで終わりなんですっていうのを信じちゃってる人たちっていうのは、なかなかこういうスピリチュアルな世界に入っていくっていうのは難しいことだと思うんですね。それでももちろん、もうバリバリ、スピリチュアルでやってらっしゃる方もいらっしゃいますが、それでですね、面白いなと思うのが、僕もそのイギリスで、僕が霊能者というか、こういう自分のスピリチュアルのエネルギーっていうのを、できるという能力を築いてですね、その時にイギリスのハリー・ポッターみたいな学校のところに行って、勉強してきたんですね。で、本当にハリー・ポッターみたいな学校のところですっごい広い敷地にですね、ああいうハリー・ポッターのお城みたいな建物がたくさんありまして、で、毎週、1週間、なんか土曜日ぐらいに始まって金曜日で終わるみたいなね、1週間ずっとそこでみんな講座を受けるんですよ。で、みんなそこで寝泊まりもして、朝、昼、晩もご飯を一緒に食べて、で、もう朝ご飯食べてからずーっと夜ご飯食べて、その後ぐらいもですね、ずーっとスピリチュアルの勉強をするっていう学校に行ってたんですね。で、このところで僕が最初びっくりしたのは、その方たちが言うのはですね、イギリスなのでやっぱりクリスチャンの人たちが多いわけなんですね、周りに。そうすると、クリスチャンっていうのは、その死んでしまうともう魂は終わっちゃった、もうどこにもいないっていう考えなんですね。でもそうすると、例えばそれを受け入れられない人って出てくるわけですよ。ね、急に大好きだった彼氏が亡くなって、交通事故で亡くなってしまった。ね、もう終わりなんですよって言われても、ってやっぱりなりますよね。もう一度だけでいいから話したい。もう一度だけでいいから感じたいって思いますよね。そういう人たちのために自分たちの霊能力を生かしてですね、いや、あなたの亡くなった人は、体はなくなってしまったけども、魂として存続してますよということを見せる活動をしている方たちがたくさんいらっしゃるんですね。アメリカでもそうだと思いますけど、で、そういう人たちがやっぱりこの亡くなった人っていうのをですね、伝えたりする。僕の場合だと日本でやってるので、日本っていうのはやっぱ仏教とかを信じてる方が多いので、この輪廻転生を信じてる方がいらっしゃるんですね。だから僕はそれほどすごく頑張って、いや、死んだ人はまだ魂存続してるんですよって言わなくても、いや、今ここにおばあちゃんがいて、おばあちゃんがこんなこと言ってますよとかって言ったりするとですね、やっぱり、おばあちゃんいてくれてるんですねって、やっぱり日本人の人って結構受け入れやすいわけなんですね。はい。だから、この考え方、または自分が、得た、なんていうんですかね、教えというか、ね、日本人の方でも、仏教とかそういう感じの、なんていうんですかね、先祖代々のところに住んでると、そういうことは受け入れやすいかもしれないけども、これがすごくクリスチャンの家で生まれたりすると、多分、こういうものを受け入れるってことは難しくなってくるっていうことなんですね。はい。だからこのなんかクリスチャンの家に生まれるとか、その仏教の家に生まれるっていうのも、僕たち、その魂がね、じゃあどこに生まれようかって言って決める選択をしたときに、やっぱりその全部決めてくるわけですよ。だから私今回アンラッキーだな、クリスチャンの家に生まれちゃってとかって思うかもしれないけども、実はそれが自分にはめちゃくちゃ意味があって、それを自分で選んできてるっていうことなんですね。だからもしそういう、仏教の方は全然いいんですけども、もしそういうちょっと、って思うようなこととか、なかなかそれを受け入れられないな、でもスピリチュアル好きなんだっていうような人っていうのは、そこにすごく意味があるっていうことなんですね。はい。ということで、ちょっと待ってね。じゃん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 。じゃん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 。ちょっと待って。もうちょっと前に。じゃん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 。じゃんじゃん。合ってるかな？はい。はるかさん、餃子食べてるのかな？バナブさん。
パナンプさん、亡くなった主人と話したいです。そうですね。これね、亡くなった主人っていうのは、結構ね、近くでいたりするんですよ。だから本当に、自分の近くにいるっていうのを感じようとしてあげて、そこに意識を向けてください。これも一緒ですね。そういうのはもう亡くなっちゃったからもうここからいなくなって、この家にはいないんだ、もう天国行っちゃったんだと思うと、なかなか感じられないんですけど、ああ、いや、絶対近くにいてくれてるよねって思うだけでも、全然違ったりするわけなんですよね。はい。で、細瀬さん、今、大阪王将の冷凍餃子食べながら美味しいよね。ビール飲んでます。笑ける。こんな時間に食べていいの。はい。でも、楽しんでいただければいいかなと思います。はい。杉山さん、当たり前のように信じてたけど、そうでもないんだよね。そうなんですよ。だからね、日本に生まれてる人ってね、すごいラッキーだと思う。だってそういうところってさ、輪廻転生があるっていうのをさ、だって僕も、その仏教とかそういう宗教がないんですよ、うちの家にね。まあおばあちゃんとかは持ってたけど、でも別にその、僕もやれって言われたわけじゃないし、全然何だったんだろうって感じなんだけど、でも、それでもですね、おばあちゃんにすごく教えられたとか、すごくこう教育されたとかではないけども、輪廻転生をやっぱり信じてんですよね。だからそういう人ってラッキーだと思います。ね、スピリチュアルをやりたいっていう人の中ではね、と思いますね。寺田美樹さん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。はい。何これ、ほすすぐ、お好み焼き餃子が美味しかった。もうあれ餃子ちゃうわ。あとピザ餃子、そんなのもあるんです。インスタに、もういろいろ見てますね、あなたもね。はい。そう。あ、はい。パナムさん、皆さんこんばんは。ということで、こんばんは。よろしくお願いします。ケイコさん。20歳の時亡くなった友達が、初七日に夢に現れて会話したり、会ったことのない身内の人とか、割とよく夢でお会いします。ああ、恵子さんいいですね。これね、面白いんです。夢で出てくる人って本当にいらっしゃるんですけど、まあ特にこの初七日とかっていうのは、亡くなってすぐだったりするので、まだちょっとこう、なんていうんですかね、一応体はもうなくなっちゃってんだけども、やっぱり体があった時のエネルギーに近いエネルギーだったりするんですよね。だから結構いろんなことやったりとか、またこう、こんなことできる、あんなことできるとか言って、なんか喜んでやってたりするので、まあいろんな人の夢に現れていったりすることもあるってことですね。で、この会ったことのない身内の人とかは割とよく夢で、石野さん面白いですね。はい。でもこれは、その人にとって得意、不得意があるので、夢で会いやすい人っていうのがいやすいってことですね。だからそういう、なんか夢でよく見る人っていうのは、そこでですね、いろんな人と会ったら、いろんなこと聞いてみるといいですね。ねえねえ、スピリチュアルってどんな世界なのとか言うと教えてくれるかもしれないですね。僕の知ってる人でも、本当に夢に出てきた人と普通に話して、普通にお茶して、いつものように話すって言ってましたからね。面白いですね。そういう人もいらっしゃるってことですよね。はい。西野さん、今のところ、前世は思い出せないんですが、ああ、なるほどね。前世っていうのはね、またちょっと違うものなんですよ。亡くなった人っていうのは、こう、そこにいる人を感じるっていうことじゃないですか。で、前世っていうのはまたちょっと違うところを見ていく感じなのでね。まあ、亡くなった人と前世を見るっていうのは、ちょっとこう見方が違う。そんな感じなんですよね。はい。ゆかこさん、近くに感じるっていいですね。そばにいてくれると思うだけで幸せになります。そうなんですよ。僕もね、大好きなおばあちゃんがいたんですけど、おばあちゃんがね、ずっとここにいて、でもね、おばあちゃんあんまり語らないんだよね。いつもそこにいてくれる感じはするんだけど、すごく助けようとするわけではなく、なんかずーっとそこで見てるんですよね。でもまあ僕もそんな窮地に落ちるとかっていうようなことがないから、そういうふうにしてくれてるのかもしれないんですけど、でもやっぱりすごくこれ面白いのがね、あの、自分が、そのおばあちゃんが生きてた時にすごく仲良かったっていう人ももちろん出てくるんですけど、例えば会ったことがないとか、自分が生まれる前に亡くなってしまった人、または自分が生まれてすぐ亡くなっちゃったっていう人っているじゃないですか。だから会ったこともないんですっていう人もいるんですが、そういう人も結構近くにいてくれたりするわけなんですね。はい。だから本当にそういうのを感じられるようになるとありがたいし、なんか嬉しいですよね。うん。はい。これは
ピピさん、2ヶ月前に、何これ、自退避してしまっ、自退避ね。びっくりした。何のことかと思った。彼が今何を持っているのか私にできることは何か話がしたいです。なるほどね。これ結構ね、聞いてあげてください。私に何か言いたいこと、してほしいことありますかっていうようなことを聞いてあげるといいです。で、本当にこれ処方のやり方なんですけど、私に言いたいことがあったら、分かりやすい方法で私に教えてくださいって言ってください。そうするとね、もう、これでどうだ、これでどうや、これで分かるかみたいな感じで、頑張って彼がやってきてくれると思います。ちょっと、でも2ヶ月前か。2ヶ月前だったら大丈夫かな。ちょっと自退してしまった人っていうのは、ちょっとこう、やっぱり亡くなる前に、なんていうんですかね、ちょっと落ち込んでたりとか、気持ちがちょっとこう、ブレたりとかしてる人とかっていうのはあと、病気ですごく苦しんだ人とかっていうのは、亡くなってすぐはね、ちょっとこう、お休みモードに入ってしまってる人とかいるんですけど、大体普通の人だと2、3日したらまた元気になってたりするんですけどもね。はい。でも、2ヶ月ぐらいしたら結構もうそういうことができると思うので、そういうことをするといいってことですよね。はい。けいこさん、父親は浄化完了した時期に金色にキラキラ光りながらお父さんがついてるからなんとニコニコ笑って現れましたね。これ本当、僕はちょっとまだおじいちゃん、父親、母親まだ生きてますけど、そうね、おばあちゃんは出てきたかな。おばあちゃんはね、亡くなる前に一回夢に出てきたことがあるんですけど、まだちょっともう、寝たきりになって朦朧としてた時に、そういうこともありますよね。はい。でもいいですね。金色にキラキラ光りながらっていうのがいいと思います。お父さん浄化されてますね。彼、かなり。はい、ニコニコ。このね、その、なんていうのかな、亡くなった人と話す。例えば先ほど夢で出てきて話し、会いに来てくれるんですとかっていう人います。そういうふうにですね、言葉がパンパンと普通のように話せる人もいるんですが、それがなかなかわからない人とかいうのがあるんですね。そういう時っていうのはやっぱり表情とか、このね、ケイコさんの話の時だと、金色にキラキラ光ってる。これってね、まさにね、いいことなんですよね。いいエネルギーで会いに来てくれてる。それがもう全てを物語ってるわけなんですよね。お父さんが、本当にもう今はもう、例えば、ちょっと亡くなる前にね、しんどかったりしてもですね、もう大丈夫やで、つって言って、言うこと、そしてここで見てるで、応援してるでっていうようなことを、こうやって言いに来てくれるっていうことなんですね。これだけでもすごくある意味、ね、僕みたいにこうパン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 こうメッセージをもらってとかっていうのじゃなくって、そういうふうになんかこう、その人の表情とか周りのエネルギーの感じとかを、感じるだけでもすごくこう会話になるってことですね。はるかちさん、そういえば、死んだら終わりと思ってる人はあの世に行ったら、眠った状態だと聞いたことがあります。なかなか起きてこないと、本当かどうかは知らんけど。なるほど。死んだら終わりと思ってる人は、あの世に行ったら、多少はあるかもしれないですね。僕たちのこの、そうね、考えてることっていうのは、現実化していくっていうじゃないですか。で、魂的に言うと、亡くなってからも、亡くなった後の世界がこうだって思ったりすると、やっぱり影響していくってことですよね。だから、やっぱりこう、さっきも言ってらっしゃったみたいに、自分で自分の命をこう絶ってしまう人たちっていうのは、やっぱり多かれ少なかれ、すごく悩んでたり、自分のことを責めたりとかっていう感じで亡くなってる人がいるってことですね。やっぱりそういう人たちっていうのは、亡くなってしまうと、やっぱりそういうエネルギーのあるところに、ちょっといたりするっていうことがあるわけなんですね。はい。そういうようなことがある。さっきもね、えー彼氏が彼がそういう風になっちゃったっていう人いますけども、もしヒーリングとかできるのであれば、またはこう自分でですね、なんか彼にいいエネルギー、彼の魂にね、いいエネルギーを、僕はよくこの50分からヒーリング会員エネルギーやってるじゃないですか、送ってるじゃないですか。で、この50分のヒーリング会員エネルギーを送るときに、この
自分の愛する人に送ってくださいっていうのを、今日はちょっとわざと言おうかなと今思いましたけど、この好きな人、家族とか友人とか職場の人で元気ない人に送ってあげたいっていうふうに、そういう人にエネルギーを送ってあげてくださいっていうのをやりましたね。この時にぜひこの亡くなった人、またお父さんとかですね、お母さんとか友達とかで、ちょっとこう、亡くなった人にも送ってあげるといいです。これね、亡くなってる人もね、生きてる人も一緒なので、ぜひやってみてあげるといいと思いますね。パナップさん、アンキラさん、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ミキミキさん、このお日がみんな静か、お盆に満足してるみたい。いいですね。年末に来いとのこと。年末に来いってどういうこと笑いますね。はい、なるほど。もうミキミキさんもめちゃくちゃ面白いでございます。はい、青紫さん。あきらさん、皆さん、こんばんミルクルいただきました。さきです。こんばんは。あら、17日の弟が旅立ちました。まだこの事実を受け止めることができません。そうですよ。17日っていうことは、本当にまだ、初7日も住んでないって感じですね。いやーね、ご愁傷様でございますというか、まあね、弟さんは本当に自分の魂のお里に戻るということになってるんだと思うんですが、この弟さんもですね、やっぱりまだ、生きてた時のエネルギーとすごく似たエネルギーを感じたりするわけですよ。例えば、生きてる人とさ、なんていうのかな、例えばですよ、家にいて、お父さんお母さんが、なんか近くに来たりとか、別に驚かせるとかではなくって、こう来たりしたら、なんかこう感じたりすることとかあるじゃないですか。なんか、お母さんいたのみたいな、そういう時ってあるじゃないですか。あんな感じで、弟さんのことを感じたりとかですね。弟さんのなんか特徴のある香りをさせるとか、そういうようなことって今できたりするんですよね。っていうか、なんか残ってたりするっていうか、感じやすくなるんですよ。はい。だからさっきさんもですね、そのね、亡くなったことはすごく悲しいんだけども、そうじゃなくって、この亡くなった人のことを感じてあげたり、亡くなった人、ね、この霊性開花というか、そういうものをちょっとこう、意識をして、あげると、本当にね、お話ができるんですよ。っていうか、ここにいるよね、弟っていうのが感じられるようになるんですね。やっぱり僕も亡くなったおばあちゃんね、亡くなったことはすごく悲しかったです。もう会えないんだっていうような。でもやっぱり最後の方はすごくおばあちゃんとかはもう意識もなくて寝たきりになったりしてたから、僕はある意味この亡くなってから僕の近くにいつもいてくれるっていう状態がすごくいいなと思ってるんですよね。はい。ちょっと今このね、時にそういうのやってみてあげてください。はるかさん、今朝お墓参りに行ったら、もう一度ちょっとアゲが寄ってきてて、おーです。そうだね。来てくれたんだね、誰かが。蝶に乗ってるご先祖様が何か言いたかったのか、話せたらいいなと思いました。そうですね。でも、まさにこれは来てくれてたって方、嬉しいですよね。そういうふうにやってくれると。アラさん、キラさん、こんばんは、こんばんは。会ったことない彼の亡くなったお母さんが話しかけてきます。面白い。理由がわかりません。なぜでしょうか？ご縁があるんでしょうか？それね、あれです。お母さんが、息子さんにいつも声かけてんだけど、息子がわかんないから、アルファさんがわかるんだったら、ちょっと伝えてくれませんかって言ってやってるわけです。僕らでもありますよ。霊能者というか、僕らみたいに、なんかこの人わかるんだと思うと、この人に伝えてほしいと思ってね、ガン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 来るんです。はい。どうしてもそれが嫌だったら、嫌ってことはないと思うけどね、なんか例えば彼がそういうこと聞きたくないとかって言ったら、お母さんごめんね、ちょっと彼は聞きたくないみたいとかって言ってあげてもいいけど、もし彼に話せるんだったら、お母さんこんなこと言ってるよとかっていうのを言ってあげたらいいってことですよね。はい。紫さん。ある人に来世でも弟さんに会えるからねって言いました。もちろんこれも、来世というか亡くなった時に会えますね。涙が止まらなくなりました。来世でも弟に会いたいです。そうですね。はい。縁のある人っていうのは結構次のせいでもあったりしますし、これね、亡くなった人っていうのは、自分がちゃんと人生を全うして、上に亡くなって天国に戻るときに会いに来てくれたりするので、はい、安心してください。だからって早めたらいけないってことでね、自分の人生を全うしたときに来るってことですね。ピピさん、
彼と頭の中で話をすることがあります。やってるじゃないですか。それは私の妄想ではないかと思ってます。夢でもう大丈夫、生き返ってやって、ピアスをくれました。それは私の願望なのか、彼と本当に繋がっているのか。これ信じましょう。ね、ピピさん。そうなんです。多分これ、そういうふうに更新できてるんだと思います。よくあるじゃないですか。家族とかってやっぱり思いがつながってたり、近い存在だったりするので、あのこう、生きてる間ってすごくつながってるんです。だから、なんか彼のこと考えたら、あ、彼からメッセージが来た、LINE が来たとかっていうことってあるでしょ？あれっていうのを彼が LINE 書いてるときに、こっちがですね、あ、彼のことふっと思い出して、なんかつながって、あ、今何してんだろうとか、ふっと考えたら、あ、LINE 来たっていうことってあるじゃないですか。ああいうことがやっぱり、家族とか友達とか好きな人とかっていう人の間に起こってるわけなんですね。で、これは亡くなってからも一緒なわけなんですよ。はい。だからやっぱり亡くなった彼とピピさんの間も、やっぱり同じようなエネルギーで今でもつながってるので、断然、例えばたまたまそこで亡くなった、道端で亡くなった人がいるという人と話すのとは全然違うということです。だからピピさんは彼と話せてるんだと思いますね。そういうふうに信じたらいいと思いますね。パナップさん、亡くなってから不思議な体験をしました。なので、見えないけれど近くにいてくれてるのは信じ、そういうことなんです。パナップさん、すごくいいと思います。後天的に冷静開花できたらいいなと思うのですが、瞑想するのがいいと読み聞きしましたので、チャレンジ中です。可能だと思う。もちろんでございます。全然できます。もともとはですね、冷静っていうのはみんな持ってるわけなんですよ。はい。だから、この冷静開花っていうのは、実は冷静開花、全くないものを開くのではなくって、実は僕のイメージの中ではあるものに気づいて、それを使えるようにやっていく、そんなイメージです。はい。だから例えば僕のね、冷静会会の学校とかっていうのは何をするかっていうと、こういうことがあって、こういうことがあって、こういうことが起こってます。だからこうなんですよっていうことを説明していく感じですね。そうすると、あ、そうなんだ。こんなこともあるんだと思ったりすると、意外ともうそれでみんな変わっていったりするわけなんですね。今日のあれと一緒です。輪廻転生を信じてない人には見えにくくなるっていうのと一緒で、輪廻転生を信じることで、こういう、なんていうのかな、亡くなった人とのお話もできたりするということですね。そういうふうになってるということです。ミキミキさん、弟さんのご冥福お祈りしますと言ってくれてます。はい、青紫さん、弟はあまり自分のことを話さなかったため、本当の気持ちを話してくれたらなと思います。そうですね。でもね、なんていうのかな、もう本当にね、亡くなってしまってからっていうのはですね、本当に愛のエネルギーみたいなのに変わるので、正直に言えなかったとか、そういう悩んだね、例えば、その生前は悩んだりしてたかもしれないけど、亡くなってしまうと結構そういうところ、ちょっと残ったりはするけど、そんなすごくこう隠してっていうのにはならないってことですね。中里ゆかさん、私は信じてます。お母さんの夢を見たり、家で話しかけたりします。お母さんありがとうです。ゆかり。あ、いいと思いますね。はい。杉山さん、ある時目の前にトンボが止まり、そうですね。本当誰かが会いに来てくれてる。はるかさん、辛い時大丈夫やで心配せんでいいと母の声が聞こえてきて本当に言ってくれてるのか、あるいは言われた声を覚えてるだけなのか言ってます、これ。この年になってもまだその声聞くと涙がです。いや、本当にね、家族だけじゃないですけども、やっぱり家族の愛ってそういうことですよね。杉山さん、口もごもごさせてこっちを見てるから絶対に母だと思った。そう、そんな感じなの。なんかね、他の人から見たらわかんないんだけど、これ絶対お母さんだって、これ絶対お父さんやんっていうのがわかるってことなんですね。それもさっきのあれですね、つながってるってことですよね。はい、なんです。いや、もうこの本当に奥深いですよね、スピリチュアルの世界っていうのは。はい。ちなみに皆さん50分からヒーリング、開運、エネルギー送りますので、今日はですね、もし皆さんの中で近い人が亡くなったりですね、またはお父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ご先祖様でもいいんですけど、そういう人たちにもヒーリング、開運エネルギーを送ってあげましょう。はい。アロハさん、アキラさんありがとうございます。私からも話しかけたい。笑う。やり方を教えてください。普通に話しかけてください。普通に話しかければいいです。ねえねえ、元気とかって今どんな感じ聞いてるなんか高校って言って話をすればいいってことですね。はい。コリちゃん、4月に母が高い。なるほど。まだ近いですね。私は、
ね。これ知ってる人かも。私は違うかな。折り紙で作ったコスモスとトンボのリースを缶に入れて見送りました。優しい。すると翌日7月なのにトンボが現れました。そう、これがね、スピリチュアルのすごいとこだよね。そうなんです。これがまさに、トンボのリースを棺に入れてあげたでしょ。そして7月なのにトンボが現れました。これがまさにお母さんがあんた、私ここにおるでって言ってることなんですよね。さっきのね、お母さんのこの口は、お母さんだと思いましたっていうのの、また別バージョンですね。いや、本当にそういうことなんです。素晴らしいです。また昨日、母の墓参りに行こうとした途端、トンボが現れました。いやー、もうこれはトンボを見続けるんじゃないコリちゃん。だってそれでお母さんが思ったんだもん。これでトンボで出てきたら、コリちゃんがですね、私が言ってるの気づいてくれるっていうのを思ったの。たまに違う人はおばあちゃんとかおじいちゃんとか、お父さんとかがいたら、そういうのもまた、ちょっとまた俺も言ってみるっていうね、する人が出てくるかもしれないですけど、でも、多かれ少なかれ近くの人だってことですよね。いや、もう本当もうこういう話してるだけで涙出てきちゃう。杉山さん、トンボ。はい。トンボ、すごいですよね。けいこさん、亡くなった身内が数名車に乗って訪ねてきて、すごい。お母さんを迎えに来たよと言ってる意味を見たら、ちょうどおばさんの49日の朝でした。これも深いですね。いや、ほんとそうなんです。おばさんね、亡くなって49日ということで、亡くなった時ももちろん迎えに来てくれてるんですけど、これもある意味ちょっと粋ですよね。49日っていうのはなんかこう完璧に、この世に残ってるような、ちょっと残りエネルギーみたいなのが、すっかり取れて、行くってことですね。もちろん、49日超えてもお父さんお母さんとか亡くなった人っていうのは近くにいてくれるんですけど、呼んだりしたら来てくれたりするんですけど、ちょっとこの世のエネルギーみたいなのがちょっとすっかりなくなって、きっちり上に行きますよっていうような日になるってことですね。もう昔の人は49日ってよく言いましたけど、本当に昔の人ってそういうことをちゃんと分かってたんだよね。誰かが言い出したんでしょうけど、でも本当にそういうふうにうまくできてるってことですよね。はい。レモンさん。あきらさん、皆さんこんばんは、こんばんは。愛おしい祖母が亡くなって22年経ちました。もう長いですね。なかなか夢に出てきてくれなくて、今年やっと夢で会いました。よかったね。とても嬉しかったです。ということで、心配かけすぎてやっと安心してくれたの。なるほどね。でもそういうタイミングもあると思います。これね、なんかこう、自分が会いたいって思ったりするとなかなか会いにくかったりするってこともあるので、いろんな条件が重なって見えたんでしょうけども、でもそういうふうに会えると嬉しいですよね。僕ね、最近面白いなと思うんですけど、例えば僕はこんなところで言っちゃえばいいか。これうちの父親が見てるからなんかちょっと言いにくいですけど、大好きなおばあちゃんがいてたんです。母親がおばあちゃんなんですけど、父親のおばあちゃんあんまりちょっとあらあらみたいな感じだったわけですよ。ね。で、そんな気持ちがあったんだけど、最近は、やっぱりご先祖様がいるからこそ僕がいるんだなと思って、ご先祖様に対しても毎朝ありがとうございますってみんなに声かけるようにしてるのね。感謝の気持ちを込めて。そうするとですね、こっちのお父さん側のおばあちゃん、おじいちゃんとかも、なんかね、姿を見せるっていうか、存在感をね、見せてくれるっていうか、喜んでくれてるんだと思うんですけどね、そういうこともできるってことです。で、こういうふうにね、本当にね、存在感を感じたり、ちょっと霊感のある人とか、霊性開花をやったことのある人とかっていうのはね、そういうのを感じると思うんですよ。そういうのを見てても面白いですね。途中で、なんか最近よくで現れるなっていうふうにね、思ったりすることがあるってことですね。まいさん、あきらさん、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。皆さん、50分からヒーリング会エネルギーを送りますので、お楽しみに。はい。そして、はるかさん。お彼岸は仏。今日めちゃくちゃなんかいい勉強になってるので、今日は本当有料級のお話をたくさんやってます。そして皆さん、ここにいる人はみんなすごい経験をいっぱいしてて面白いなと思います。お彼岸は仏壇には何もしないけど、お盆は、
お供え物やお膳を毎日出すので、それが終わると皆片付けます。その後なんかガランとして寂しくなります。確かにお盆はみんな家に帰ったってことです。なるほどね。そうなんですよね。はい。まあでもね、なんていうのかな、このお彼岸の時に、さっきも言った、お彼岸の前後3日ずつですね、この時っていうのは結構スピリチュアルな時間なんですね。で、これ自分のことを見直したりとか、スピリチュアルの世界を、感じたりとか勉強したりとか、なんかそういうような期間なわけなんですね。だからまあ、まさにこの今日のタイトルで、今日そんな考えてなかったんだけど、たまたまなんだけど、いいかなと思ってやったんですが、やっぱりそういうのをこうやってみんなとね、ここで話してるっていうのはすごく意味があるし、僕は知らない間にやってるんですが、そういうことがあるってことですよね。はい。福前さん、10年ぐらい前ですが、亡くなった父が夢出てきたんですが、上半身が裸でしたので、わかる方に聞きに行きました。私のことが心配して、急いで夢に出てきたそうです。面白い。まあね、これ、こういうのっていうのは、いろんな意味があると思います。なんかそういうお父さんをよく見てたから、そういうお父さんにした方がいつもの感じで分かりやすいとかね、そういうのもあると思います。例えばさ、あの、なんていうの、いつもすごい作業着でいるとか、普段着でいる人がさ、いきなりタキシード着て出てきたら、ちょっとなんかおかしいじゃん。なんかね、普段着で出てきてくれると、なんか普段と同じように出てきてくれたら分かりやすいじゃん。私のことが心配して、そう、急いで出てきた。まあまあ、ね、そういう考え方もありますが、でもお父さんが出てきてくれただけでも嬉しいですよね。お父さんだったら怖くないしね。いや、でもそういうことに対してお父さん夢に出てきてくれてありがとうね。またいつでも来てね。って言っておくといいってことですね。はい。みきみきさん。お仏壇、お墓にお供えすると味も香りもなくなるので薄くなるそうです。あれ食べてる。うちのおばあちゃんとかがよく言ってた。あれな、食べんね。うちの父親もね、お仏壇とかで揃えたもので絶対食べないの、あの人たち。なんかまずくなるからとかで。いや、ほんとそうなんです。あれ不思議だよね。なんかこう、魂っていうのは食べられないって言うけど、なんか、まあ確かに今考えると、エネルギーだから、もちろんその、美味しいところのエネルギーを取るっていう意味があり得ることですよね。はい。みしろさん、ついねの両家のご先祖様に毎日祈ってます。素晴らしいと思います。はるかさん、そういえば亡くなってもすぐに夢に出てこない。まず遠い関係から挨拶に回ってるからだと聞いたことがありますか？本当かどうか。いや、これは、まあそういう人もいるかもしれないんですけど、関係ないですね。本当に近い人から来る時もあるし、はい。まあ、なんかこなんかいろいろあるんだと思います。僕が今ふっと感じたのは、なんかこう近い人っていうのはさ、ずっと見てたりするんですよね。でも、そうや、あのおばちゃんに連絡しとかなとか、あのおばちゃんに挨拶しとかなとかっていう風な感じで、こう、どんどん出てきて、そっちの方にバーって行っちゃうのかもしれないですね。はい。日暮さん、こんばんは。よろしく。ということで、はい。50分からヒーリング会員エネルギーを送っていきますので、そろそろ締めに入りたいと思いますが、このようにですね、亡くなった人と話せるのか、答えはイエスです。ね、今日はお話をしてくださった人とかも、たくさんそういう風になってますし、僕もそういう経験をしたことがありますし、そういうことを経験した人たちもたくさん知ってます。はい。ですから、今日の最初のテーマになりますが、話せると信じることが実は大切なんですね。そして輪廻転生、魂っていうのは生まれ変わる。ね、だから僕たちが、その愛する人が亡くなってもですね、魂っていうのは存続する。だから、そういうふうに、こう、話をしようとか、話しかけると聞いてくれてるし、話もできるってことですね。そういうことをまずは、魂が存続している。ね。もちろん、愛する人がいなくなっちゃうと寂しいですよ。でも、体はなくなっても、例えば僕の場合、いつも思うのは、亡くなる前にすごく辛そうにしてた人とかっていうのだと、本当にもう体から離れて魂になって本当に良かったなと思うんですよ。そこから本当にお話ししてね、たまには助けてねとか、こう、どう思うとかって相談したりとかもね、したらいいんだと思うんですよね。はい。ですから、まあね、悲しいけども、悲しいところばかり見てるだけじゃなくて、じゃあお話ししようっていうふうに
前向きに、ね、なれるといいですね。そうそう、お供え物もそれぞれのエネルギーいただくと、なのでたまにお花を増加にする人がいますが、そうね、お花を増加にするとまたこれ意味ないんだよね。エネルギーなくなっちゃうけどね。ペピちゃんちゃんと繋がれたんでよかった。苦しそうな彼の姿は第一発見者で見てしまったので、彼が苦しくないかすごく心配で、でも彼と繋がるのも大丈夫だよって優しく笑って言ってくる。他に言っても、物産に亡くなった部屋にも彼を感じません。なぜか私の右上、そうなのね。そんな感じ、それ、正解でございます。そう、体はね、もう辛くてもね、そう、亡くなった瞬間に痛みとか取れますので大丈夫ですよ。安心してしてあげてください。そうそう、イエスということで。はい。ということで今日も、ありがとうございました。ぜひですね、皆さんもですね、まあ今お彼岸です。自分自身に向き合ったりですね、スピリチュアルのことを考えたり、スピリチュアルと向き合うという意味でもですね、亡くなった人との会話、話、または亡くなった人のエネルギーを感じてあげたら、その方も喜ばれるのでね、ぜひやってみていただきたいと思います。はい、それではお待たせいたしました。ヒーリング会員エネルギーを送っていきたいと思います。今日はですね、亡くなった人、ね、自分の近くで亡くなった人にもエネルギーを送っていきたいと思います。そうすることで、その人のまた魂もですね、ヒーリングを受けて元気になっていく、そういうことがやっぱ起こるわけなんですね。はい。ですからね、先ほどもちょっと例えば、亡くなる前に苦しんで、病気とかでね、亡くなったとか、まあ、自分で、亡くなってしまった人、悩んで亡くなってしまった人、そんな人にですね、やっぱり同じようにヒーリングを送ってあげていただきたいなと思います。それでは始めていきたいと思います。この画像の前にですね、ペットボトルでお水、お茶、コーヒーとかを入れて置いておくとですね、そこに波動が移って波動水っていうのができます。はい。それをですね、また、今は僕のエネルギーを受けるので、それで大丈夫なんですが、明日とか明後日とかですね、お水を飲んでおくとまた元気になるので、ぜひ作りたい人は波動水作ってみてください。ビビちゃん、彼の写真と一緒にヒーリング受けます。ぜひやってみてください。ママさん、ライブに気づけてよかったです。いや、こちらこそありがとうございます。レモンさんもお墓がわからない父方のご先祖様の手を合わせるだけになるけれど、気持ち通じますか？もちろんでございます。スピリチュアルの世界はそういうものです。杉山さんもありがとうございます。はい、受け取ります。ありがとうございます。ヒーリング始めていきたいと思います。それでは体全体でエネルギーを受ける想像をしてください。この体で受けるとですね、感じない人もいますが、感じなかったとしても確実にエネルギーはいっていますので、アキラさんでもらってる、イエーイ、良くなってるっていうような感じで思ってくれるといいってことですね。あと感じる人はですね、皮膚がピクピクしたり、ざわざわしたりですね、または柔らかいところが痒くなったり、熱くなったり、冷たくなったりっていうことが起こります。これがエネルギーを感じているということなんですね。そういうことがもし起こってたとしたら、今来てるな、感じてる、って感じで、よく見ながら、もらいますって感じで、いただきますみたいな感じでやっておくといいってことですね。ママさんも先日、夫が亡くなったばかりですね。ご愁傷様です。でも、旦那さん見てくれてるということなのでね、ぜひ感じてあげてください。そして旦那様にもですね、今からやるヒーリング、開運エネルギー、ヒーリングを特にですね、送ってあげるといいかなと思います。はい。それではお待たせいたしました。これからヒーリング会エネルギーを皆さんに送っていきたいと思います。まず、こちら左手からヒーリングエネルギーを送り始めています。このヒーリングエネルギーというのはですね、体の痛いところ、調子の悪いところ、そんなところのエネルギーを癒してくれたり、細胞を癒してくれる、活性化してくれる、そんなエネルギーです。また、このヒーリングエネルギーっていうのは、心の傷のある人、またはトラウマで心に傷を持ってしまった人、そんな人のエネルギーもどんどん直して癒していってくれるエネルギーです。今、ヒーリングエネルギーを皆さんにどんどん送っています。それでは、右手から開運エネルギーを送っていきたいと思います。この開運エネルギーというのはですね、何かいいことが起こるんじゃないか、心がワクワクするような、そんなエネルギーです。そして、あなたがなかなか前に進めない、そんな時にですね、
背中をポンと押してくれる、そんなエネルギーです。今、ヒーリング界エネルギーをどん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 皆さんに送っています。このエネルギーを感じてみてください。それではこのヒーリング回遊エネルギーを体の中に取り入れていこうと思います。鼻からゆっくり息を吸うと、あなたの喉、胸、お腹のあたりがどんどん暖かくなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときは、あなたのいらないエネルギー、悲しみや痛いところがあればそのエネルギー、または、ネガティブな考え癖、そんなものがある人は、口からそのエネルギーが出て地球に帰るところを想像してあげてください。もう一度鼻からゆっくり息を吸うと、あなたのエネルギーがどんどん熱くなってくるのがわかります。そして口からゆっくり吐き出すときはあなたのいらないエネルギーをどんどん口から吐き出し地球に返してください。もう一度だけ鼻からゆっくり息を吸うと、あなたのエネルギーが頭の先から足の先まで熱くなってくるのがわかります。そして口からいらないエネルギーをどん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 吐き出し、最後の最後まで吐き出したと思ったら、普通の呼吸に戻してください。今、引き続きヒーリング界エネルギーを皆さんにどん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 送っています。よりさん、久しぶりです。間に合ってよかったです。はい。このヒーリング開運エネルギーを皆さんにどん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 送っていると、皆さんの体の中にはこのヒーリング開運エネルギーがいっぱいになって、溢れ出てくるエネルギーを感じることができます。それでは、この自分から溢れ出ているヒーリング開運エネルギーをあなたの周りにいる愛する人、家族や友人、そして職場の人などで元気になってほしい人、応援したい人に送ってあげてください。また、自分の知り合いで亡くなった人、もうスピリチュアルな世界に行ってしまった人、そんな人の魂を想像して、その魂にも自分から溢れ出ているヒーリング開運エネルギーをどん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 送ってあげてください。そうすると、そのあなたの愛する亡くなった人の魂がどん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 輝いていくところを想像してあげてください。また、自分の体の調子が悪い人は、自分の体の調子の悪いところに、この溢れ出るヒーリング界エネルギーを送り、そして、波動水を作っている人は波動水にも送ってください。また、ブレスレットなどエネルギーを注入したい人は、そこにもエネルギーを投げかけてあげてください。このようにあなたを中心として様々な角度に自分のエネルギーを出していくと、そのエネルギーはどんどん強くなり、そして前向きになっていくことを覚えておいてください。今日は自分の近くの亡くなった人と話せるか、そんなテーマで皆さんと話しました。亡くなった人というのはですね、近くにいてくれますし、また話しかけるとちゃんと聞いてくれているものです。今すごい強いエネルギーが流れてますね。こういう亡くなった人たちも参加して多分エネルギーを回してくれてるんだと思います。亡くなった人に対してですね、悲しい、もちろん悲しいです。でも悲しいではなくてですね、エネルギーを感じてあげる、そばにいてくれることを感じてあげる、そして話しかけてあげる、そしてその人たちが送ってきてくれているメッセージに気づいてあげる。そんなことをしてあげると喜んでくれるので、ぜひやってみてあげてください。本日も楽しい時間をありがとうございました。僕も皆さんとここでお会いしてですね、話をする。そしてエネルギーをこのようにみんなで共有して交換する。
こういうことができること、本当に嬉しく思います。それでは皆さんの、楽しいお彼岸、そしてですね、亡くなった方たちの、気持ちがですね、軽く、そして楽しい気持ちになる、そんなことを祈って、今日は終わりたいと思います。ありがとうございます。はい、いかがでしたか？ちょっと強いエネルギーを送ったのでですね、頭痛い人とかはお水を飲んで深呼吸を2回ぐらいすると落ち着くのでやってみてください。はい、その他の方もね、お水とかお湯とか飲んでおくといいですよ。はい。このまま寝ちゃうとすごく元気なまま寝ちゃって寝れなかったりするので、皆さんも深呼吸2回ぐらいゆっくりしておくといいかもしれないですね。はい。ありがとうございます。アクランベリーさん、私いつも鈍感なのに、ドンなのに、手がビリビリします。いいですね。言ってますね。今日ね、強いの言ったからみんなのね、思いとかもあったので。伊藤恵美子さん、ありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。ここいかさん、受け取りました。ありがとう。なぜか今日は一日中、今も体がふわふわした感じがします。そういう時もありますね。エネルギーをなんか感じてるんでしょうね。はい。まさべさんもありがとうございました。池田さんもありがとう。受け取りました。たかし、ありがとうございます。杉山さん、見えない方のエネルギー盛りだくさんで熱いです。ありがとうございます。本当そうだよね。今日はちょっと違うエネルギーでしたね。すごく痛くなったりもしてました。はい、強すぎて。寺田さん、ありがとうございました。美穂さん、受け取りました。ありがとうございます。野辺さんも受け取りました。ありがとうございます。はるげさんもありがとうございました。村長のライブ楽しい波動がもらえて本当にありがたいです。ありがとう。いや、こちらこそありがとう。クランベルさんもありがとうございます。アラさん、足先までポカポカ言ってますね。ありがとうございます。福前さんも強いエネルギーある。こちらこそありがとう。アルイチさん、亡くなった知り合い友人に送りました。すごく喜んでくれてると思う。ヒーリングありがとう。こちらこそありがとう。ピプさん、ありがとうございます。ご縁に関して、本当ね、ありがとう。マイさん、受け取りました。ありがとう。やったね。ありがとうございます。ミキミキさん、熱いありがとうございます。皆さんも体ご自由。本当そうだよね。ありがとう。ケイクさんもありがとうございます。そして、海城さん、溢れてきました。ミラクル。ありがとう、ミラクル。レモさん、アキラさん、ありがとう。受け取りました。直接でなかったおじいちゃんに感謝。いや、本当そうなんです。ママさんもね、はい、旦那さんに送ってあげられたかな。ありがとうございます。これね、僕がいない時でもやってあげるといいですよ。ゆかりさん、あきらさん、ミラクル、温かい体ぽかぽか、ありがとうございました。ゆかり、ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、ということで今日もありがとうございました。次回は、日曜日、9時からになります。すいません。次は、椎名さんを呼んでですね、今度椎名さんは、お経とか祝詞にすごく詳しい方なんですね。ですからそれをこういろいろコツを教えてもらったり、こう読み方とかですね、聞いたりして、まさにみんなの開運、除霊とかですね、そういうのもきっちり自分でできるようにできたらいいなと思います。はい、ということで、今日はこの辺で終わりたい。りんこさんもありがとうございます。はい、誰かに手を、つないでもらっていたら感謝が、素晴らしい。ありがとうございます。ハリーさんもありがとうございます。ということで、みんなの幸せになって、ミラクルラーぶっ届いたかなということで、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。皆さん、おやすみなさい。愛してるよ。